は幼少期に両親が離婚し、母親は行方不明、父親はほぼ家にいなかったため、兄と2人暮らしだったのだ。ご飯を買うお金が必要だったが、まだ小学生でバイトもできないため、近所の家のゴミをゴミ捨て場に運ぶアルバイトを発明したのだ。1ヶ月500円の契約で、最終的には150軒の家を回って月7万5千円稼いで生き延びたのだ。中高時代もお金がなかったため、必死で勉強し特待生制度で学費を免除されたのだ。結果6年間中間期末テスト全て学年トップ、奨学金を約100万円もらい、またまた生き延びたのだ。大学で陸上実施競技を始め、わずか2年で日本一になり未来を勝ち取ったのだ。みやぞんは一度聴いただけでその曲をピアノで演奏できてしまうのだ。実はピアノを習ったことは一度もないのだ。ギターも耳コピで即興できるほど得意で、背中に回して弾くこともできるのだ。高校時代は野球部でエースで4番だったのだ。当時野球のことをあまり知らず、1番バッターの選手に「お前は1番でいいよな、俺なんて4番だぜ」と言ったのだ。ちなみに野球の常識として、チームで一番打つ選手が4番になるのだ。最後の試合で負けて泣いているチームメイトに「諦めるな、次がある」と言い、ないと怒られたのだ。飼っていた金魚が死んでしまった時に金魚に人工呼吸をしたのだ。その後死んだはずの金魚がなぜか息を吹き返したのだ。紙のセットには20分かかるのだ。カズレーザーはバンダイの就職説明会で服装自由と書いてあったので、金髪に全身赤色の服で出席したのだ。後日にちゃんの就職スレッドで「シャーじゃねえ」とさらされたのだ。外に干してある洗濯物が全て赤色なので「カズレーザーの家じゃねえ」と家バレしたことがあるのだ。高校1年生の時から基本的に全身赤色の服を着ているのだ。金髪に全身赤色になった理由は漫画コブラの影響なのだ。大学時代に目立ちすぎて赤い人の前に集合と待ち合わせ場所にされたのだ。服を買う時は「この店で一番赤い服をください」と言っているのだ。年間50回以上職務質問されていたのだ。大好きな妹と会う時だけは恥ずかしがられるので黒い服を着るようにしているのだ。お茶目で可愛いところがあるのだ。有吉弘行のブレイク時の月収は最高で2000万円なのだ。その後ブームは去り一発屋と呼ばれ、仕事が一切なくなったのだ。周囲からは一発屋とバカにされていたが、上島だけは面白いと言い続けたのだ。給料が0円の時期は上島が毎月30万仕送りしていたのだ。有吉は柄の悪い人たちに上島をバカにされ、本気でブチギレたことがあるのだ。徐々に仕事も増え、どんなに忙しくても上島の誘いは夜中の2時でも断らなかったのだ。ちなみに10日間連続で誘われて飲みに行ったことがあるのだ。有吉は上島の還暦祝いにオメガの時計をプレゼントしたのだ。上島はよほど嬉しかったのか肌身離さずつけているのだ。有吉は上島が老後に仕事がなくなってもいいように上島と金を本気でしていたのだ。オードリー・若林は一見真面目そうだが実はサイコパスなのだ。集団でいるのが苦手で幼稚園に行っても勝手に帰って先生を困らせてしまうのだ。いないことに気づいた先生が慌てて家まで見に行くと家中の床に半紙を敷き詰めていたのだ。この子はヤバいと判断した先生が病院に連れて行ったのだ。絶対死なないと断言する春日にムカついて時速30キロでた車で春日を引いたのだ。その時春日はボンネットに飛び乗ってギリギリかわしたのだ。かわされたことにムカついた若林はさらにワイパーで攻撃したのだ。彼女に寒いからマフラーしていくと聞かれ、なめんじゃねえぞと言い別れたのだ。マンゴーを食べやすく切ってくれた彼女に対して俺に喜びを与えることに生きがいを感じるんじゃねえと言い別れたのだ。ちょっと何言ってるのかわからないのだ。オードリー・春日は生活に必要な家具家電服などほとんどが拾い物だったのだ。不法投棄された自転車のパーツを集め自転車を自作し高校に通ったのだ。10年かけて美味しんぼ
全巻拾い集めたのだ。たびたび若林や犯人、ゴミを漁る現場を目撃されているのだ。そのため拾いに行くのは朝5時がベストと語っているのだ。トレードマークのシャツとベストは高校時代の物追いまでも使っているのだ。貯金をするのが趣味ではなく、金を使わないで生きることが好きと語っているのだ。これらの堅実な考え方は手作りで家を建てた祖父の影響が大きいのだ。普段はつつましく節約をして出費を抑えているが、有意義なものには惜しみなく大金を使うのだ。ちなみに妹の結婚式では感動で号泣し、祝儀を30万積んでいるのだ。狩野英孝の実家は1500年以上の歴史がある桜田山神社なのだ。跡継ぎだったが神主になることに反発。高校卒業と同時に上京してお笑い芸人を目指したのだ。その後も神主になる決心がなかなかつかなかったが、三輪明宏に説得され神主の資格を取ったのだ。神主になるにあたってトレードマークだったロングヘアをバッサリ切ったのだ。毎年年末年始は帰省して神主をしているため、初詣は大人気なのだ。神主デビューで祝詞を完璧に読み上げ、最後に以上祝詞でしたっていうはずが、以上呪いでしたと言い間違えて場が凍りついたのだ。父親の主催で桜田山神社で無料ライブを開催し約4000人の観客を集めたことがあるのだ。神主とは清き正しい神職だが町またしていたのだ。ナダルは中学時代女子に嫌われすぎて偶然手が触れるだけで号泣させたことがあるのだ。触れられた女子は「やー」と叫んで先生が集まり、泣きじゃくる女子をかばうようにナダルへ対して「お前何したんや」と詰め寄られたのだ。ナダルが何もしてませんと弁解しても、何もしてないのにこんな泣くはずないやろ何したんやとしたしてないのを押し問答の末、どうにか先生には信じてもらえたのだ。泣き叫んだ女子の隣にいた女子がぽつりと「後で石鹸で手洗っときや」とつぶやいたのだ。この一言でナダルのメンタルは一気に崩れ、この頃から性格がねじれ始めるのだ。自分で自分を否定したらまずいと思ったナダルは、どんな人物に対しても自分より下だと思うようにしているのだ。ナダルはスキンヘッドだが実はハゲてはないのだ。クロちゃんの年収は約3000万円なのだ。20歳から22年間毎月親から仕送りを受けていたのだ。大学進学を目指した理由も4年間親のすねをかじることができるからなのだ。消費者金融にも100万円ほど借り、親に返してもらったのだ。親からの仕送りの総額は約6000万円なのだ。クロちゃんは妹にもお姉ちゃんにしてあげるから金くれとむちゃくちゃな提案をし、妹からもお金をせびっていたのだ。妹の結婚式当日には私にできるのはこれが最後と50万円を手渡されたのだ。クロちゃんはごめんねありがとうと迷わず受け取ったのだ。クロちゃんは仕送りやせびったお金でパチンコやキャバクラに行っていたのだ。親から仕送りを受けるのは親孝行だと語って